どうもー、ベルです。今回は、ドゥームステイのアリーナの攻略をやっていこうかなと思います。これまでのアリーナって、地域別の週末のアリーナ、そして3ヶ月に1回くらいの頻度で、レジェンドのシェルタースキンを、巡るランキングイベントと合わせて来るクロスサーバーアリーナ。この2つのアリーナがあって、地域別の週末のアリーナについては、もう今、成熟したサーバーの多くの方が、カーボンを取るために、みんなが、カーボンを取るために、順位の譲り合いを行っているので、そこまでアリーナを頑張らなくても問題なくて、クロスサーバーアリーナも3ヶ月に1回のイベントなので、その時、ちょっと頑張ればいいやみたいな、感じだったと思うんですね。ただ、先日のアップデートで、これまでの週末のアリーナが新しく、リニューアルされて、クロスサーバーのアリーナイベントが向上化されます。なので、これまでの10位の譲り合いっていうのは、ほぼできなくなって、報酬を獲得していくためには、ちゃんとアリーナの構成について考えなくてはいけないんですよね。アリーナでは、ヒーローの構成はもちろん、舞台を配置する位置も非常に重要になるんですよ。で、格上の相手であっても、工夫次第で、勝てるようになりますので、ぜひ、最後までご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、早速、やっていこうと思うんですけど、まず、アリーナの構成を考えていく上で、ベースとなってくるものが、野戦部隊の構成です。例えば、私だと、今の野戦部隊の構成って、こんな感じで、ベラスベン、チュンルイ、リンジュリア、エレナ・シラヌイ、トム・ビアンカ。ほんとトム・ビアンカについては、あの、あんまり強くないので、できるんだったら、もうアダット宮本にした方が絶対にいいんですけど、ちょっとアダット宮本が僕育てられてないので、この状態ですね。で、この野戦の構成については、皆さん違うと思うんですけど、一旦ご自身の野戦部隊をベースとして考えてください。で、そしてその後に、アリーナ用に適したヒーローと入れ替えてカスタマイズしていく。そのようにして、アリーナのヒーロー構成を決めていくのがおすすめです。じゃあ、そして、アリーナに適したヒーロー。これって皆さん、どのようなヒーローだと思いますか？で、これを語る上で、前提条件を考えていきたいんですけど、まず、普通の野戦と違って、アリーナでのみ強くなる要素は、アリーナって実際の兵士は負傷しないので、回復効果があることによって損失する兵士の量が増えてしまうというデメリット。これが存在しないので、回復効果がちゃんと有用であるということ。そしてなおかつ、部隊の配置を選べるので、タンク役はちゃんとタンク役としての役割を果たすことができます。また、戦闘エリアが小さいので、範囲攻撃が複数の部隊に当たりやすく、味方に範囲でかけるバフ効果が複数の部隊に、かかりやすく有用である。これらが挙げられますね。で、逆に、あまり関係なくなる要素は、移動速度です。野戦では、移動速度、めちゃめちゃ重要なんですけど、このアリーナでは、移動速度を上げても、
効果はないので。で、これらの要素を勘案すると、まず、回復効果。すなわち、タンク役について考えると、いるじゃないですか。今は使用頻度が下がってるんですけど、昔、一世を風靡したヒーロー。そう、サンダーです。彼、耐久力はもうえげつないので、タンク役に最適なんですよね。彼を使えば、相手の攻撃をたくさん受けれて、そしてその間に、火力役の部隊たちが活躍できるので、もう本当に優秀ですね。で、そして、範囲攻撃ヒーローなんですけど、チュンとルイが強いのはもちろん、普段野戦では採用されないヒーローとして、ジェイコブや、バード、彼らもありです。ジェイコブの方が強いんですけど、おそらく育成されてる方が多いのはバードだと思いますので、ジェイコブよりもバードが育っている方はバードを採用して良いのかなと思います。で、そして、バフ役なんですけども、ビアンカですね。野戦だと、どうしても、最近もう全体の火力が高すぎて、活躍しづらくなってきてるんですけど、このアリーナだと、火力役とタンク役がちゃんと分かれていて、なおかつ、比較的密集してるので、バフ効果やシールド効果がちゃんと付与されやすいんですよね。なので、ビアンカはもうかなり優秀で、アリーナで採用が見込めるヒーローになるのかなと思います。じゃさて、それらを前提としたときに、どのようにカスタマイズしていくかですね。でちょっと一回、今の私の構成を見ていきたいんですけど、改めて、私の普段の野戦構成はこれですね。で、そして、アリーナでの構成はこちらになります。上から、エレナ・ビアンカ、チュンルイ、ジュリア・ジェイコブ、ベラ・シラヌイ、トム・サンダー。このような構成にしてます。で、これ、普段の野戦部隊とまず変わらないところ。もはや1点だけですね。このチュンルイ部隊。これはもう、火力部隊として野戦でも最強。そして、アリーナでも最強です。チュンの範囲攻撃も、一直線に当たる範囲攻撃だと思うんですけど、アリーナって敵部隊が前後で重なることが多いので、ちゃんと毎回2部隊に当たります。もうそうチュンって、もちろん1200レイジ必要っていうデメリットはあるんですけど、これ2部隊に毎回当たるんだったら、もうそれ全く問題じゃなくなるので。私が唯一崩さずに、そのままアリーナで採用してる部隊になります。そして、他の部隊なんですけど、まず、野戦のトム・ビアンカ部隊。こちらをトム・サンダー部隊に変更しています。現状、最も耐久力が高くて、ズバ抜けてるのがトム・サンダー部隊で、この部隊は本当に組めるなら組みたいんですよ。タンク役として超活躍してくれます。で、そして次なんですけど、もう一つの射撃部隊として、ジュリア・ジェイコブ部隊ですね。で、まず、いくら単体攻撃とはいえ、ジュリアは強いんですよ。火力も高くて、レイジ回復もあって、沈黙効果も付与できる。
もう言うことなしですね。で、そして私は、ジェイコブを覚醒させているので、バードよりもジェイコブを優先して採用しています。アリーナのバードだと、ほぼレイジスキルしか効果ないんですけど、ジェイコブだと他のスキルも効果があるので、ジェイコブを、採用してるんですけど、全然ここはバードでも問題ないのかなと思います。そして、残り2部隊なんですけど、できれば、残り2部隊の中に、アダット宮本部隊を入れたいです。入れたいんですけど、悲しいことに、私はアダット宮本部隊を育ててないので、残りは、騎兵2部隊ですね。で、そしてその騎兵部隊なんですけど、ベラ・シラヌイ。そして、エレナ・ビアンカで私は組んでます。で、まずは、ベラ・シラヌイ。もうここは最強騎兵部隊ですね。ベラの火力とデバフ効果。そして、シラヌイの範囲攻撃ダメージ。もう一部隊へ与えるダメージとして見たときも、ちゃんと優秀で、この部隊がいるからこそ、相手の部隊を、着実に倒していけるので、非常に構成ですね。で、そして、最後の一部隊なんですけど、エレナ・ビアンカにしてます。で、これ、ちゃんと理由があって、最前列にこの部隊配置するので、相手から攻撃を受けやすいです。で、なので、火力はどんどん、下がってしまう以上、火力を上げるために、他のヒーロー、例えば、スウェンとか、そちらと組み合わせる場合であっても、組み合わせるよりも、バフをばらまいて、他の味方の部隊の火力を上げていったり、レイジを回復させることで、スキル回転を上げていった方が、最終的な勝利につながるんですよね。なので、あえて、この構成にしてます。まあ、ただ、もうこれは本当に、もうたらればの話で、もし、アラット宮本部隊を育てられていたら、この部隊をアラット宮本部隊に変更していって、採用、えっと、ベラシアヌイをベラビアンカにしていただいたり、ジュリア・ビアンカ。もちろん、ビアンカのスキルがある程度上がっている必要はあるんですけども、そのような構成にしていただくのが良いのかなと思います。また、まだそこまでヒーローが育ってない方もいらっしゃると思います。で、そういう方は、真似できるところは真似していただいて、残りの部隊は、ご自身の中で、レベルが上がっていて、レイジスキルがちゃんと上がってる部隊を選んでいただくのが良いのかなと思います。また、その中でも、アケミやフレイヤ、そしてチャーリー。彼らは範囲攻撃を持っているので優秀ですね。射撃ヒーローがあと一人足りないという時は、アケミと組み合わせるのがいいと思いますし、セオジナ明美部隊。もうこの部隊もちゃんと強いです。あとは、チャーリーとフレイヤが、スキル才能を、持ってますので、リーダーに使うヒーローが足りなければ、チャーリーかフレイヤをリーダーにしていくのも良いのかなと思います。もうこの範囲攻撃があるおかげで、あまり育ってないレジェンドヒーローよりも、紫のヒーローを採用した方が強くなることも全然ありますので、
悩まれている方は、一度試しに、採用していただくのも良いのかなと思います。では、舞台の構成については、このくらいにしておいて、舞台の配置について、見ていこうと思うんですけども、まず、考え方として、相手の火力部隊をトムサンダーで受ける。そして、相手の火力部隊を、こちらの火力部隊で狙っていく。この考え方が非常に重要になります。今回は、うちのカルティに協力してもらったんですけど、カルティの一番火力を出せる部隊って、ジュリア・ルイなんですよ。なので、このジュリア・ルイをなるべく落としたくて。ただ、こちら、リプレイの方を見ていくと、ジュリア・ルイが後列に配置されてますよね。なので、攻撃が当てづらいんですけど、チュンとルイの範囲攻撃なら、ダメージを与えることができるので、相手のジュリア・ルイに相対する形で、こちらのチュンルイ部隊を配置。また、チュンルイ部隊を最前列にすると、当然すぐに、落とされちゃいますので、チュンルイ部隊を守るように、タンク役の部隊の配置を。で、今回の、タンク構成だと、トム・サンダー部隊が、メインで、時点がエレナ・ビアンカになるんですけど、この場所って、相手の先ほどの、相手のジュリアがいた場所って、端ではなくて真ん中じゃないですか。すなわち、他の部隊の火力も集中しますので、トム・サンダーを配置。そして、2番、相手の2番目に、火力の高い部隊は、こちらの、ベラになるんですけども、こちらですね。このベラ部隊については、相手のトム・サンダーに守られてるので、そこまでたどり着くのって大変なんですよ。なので、後回しにしてます。ただ当然、火力部隊を配置しないにしても、攻撃は絶対に受けなきゃいけないので、エレナ・ビアンカ部隊を相対させてますね。エレナ・ビアンカ部隊って、火力は高くなくて、あくまでバフ部隊なんですよ。で、そして、そのバフ部隊って、味方の部隊がたくさんいる状態でこそ、進化を発揮できる一方、最後に2対2とか、今の状態ですね。ここで残ってても、火力が低い以上、弱いので、終盤まで残ってなくて大丈夫なんですよ。なので、タンク役として使ってます。で、そして、残りの、2部隊の配置なんですけど、残りの2部隊は、ジュリア・ジェイコブ、そして、ベラ・シラヌイですね。で、この2部隊って、最後まで残った時も強い部隊なので、あえて、そこの2部隊が残りやすいように、端っこに配置しています。すなわち、相手の火力が低いところですね。そこに配置して、最終的に活躍できるようにしています。では、それらを踏まえた上で、実際に戦ったレポート、見ていきましょう。で、こちらで、戦闘スタートなんですけども、まず、エレナで、敵の、ベラとトムからの、ターゲットを受けてる間に、こちらの、ジュリア部隊と、ベラ部隊で相手のエレナ部隊を攻撃。
そして、同時に、チュンの範囲攻撃で、相手の、ジュリア類部隊を、削っていくのが初動になりまして、チュンの攻撃が一番当たるのが相手のアダット部隊なので、そこもバンバン削れていきます。で、そしてこちらが相手のエレナ部隊を先ほど倒したと思うんですけど、エレナを攻撃していたベラ部隊とジュリア部隊は、相手のジュリアをちょっともう終わっちゃってるんですけど、ターゲットしてくれてて、で、その結果、倒しきって、相手の火力部隊、残りベラだけになりますので、最終的には、こちらの残った、火力部隊で、相手の部隊を相手取って、最終的に、勝利を手にすることができました。スキル発動の運とかもあるんですけど、配置を工夫することで、勝てなかった相手にも勝てるようになりますので、この機会に、配置を見直していただいたり、攻撃するときに、配置を工夫していただくのが良いのかなと思います。で、基本は、自分の火力の高い部隊を後列に配置して、その前をトム・サンダーなどのタンク部隊を配置。そして、残したい、最終的に残ってほしい1部隊は、端っこに配置していただくのが良いのかなと思います。はい。ということで、今回の動画は以上になるんですけども、いかがでしたでしょうか？なかなかこれまでって、アリーナに、最初は力入れてても、もう順位とかそこまで重要じゃないから、適当にやっておくという方もいらっしゃったかなと思うんですけども、私も正直その一人ではあるんですけど、今回のアップデートで、そうは言ってられなくなっちゃったので、ぜひ、今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録や概要欄のリンクより、X のフォローをしていただけると、めちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ